皆さんこんにちは、みのりんです。いよいよ明日日本に帰っちゃうので、今日は皆さんと一緒にパッキングをしたいと思います。綺麗に収納していきたいと思うので、早速始めていきましょう。じゃじゃーん。片方の方にお土産とか入れて、もう片方は日常品とか服とかを入れていきたいと思います。ではまず服、実家から自分の一人暮らしの部屋に戻るだけなので、服とかよりはお土産の方が多くなると思いますが、まずはトップスから。まずはトップスを反対側にします。でこの時に愛情を持ってこうやって伸ばしていきます。そしたらここに半分の線があることをイメージして折りたたみます。折りたたんで下方向に向けて畳みます。そうするとここがぴったりと揃います。では反対側も同じように半分まで持っていって、あとは3分の1ずつに折っていきます。でちゃんと折れたら自分で立てるようになります。ちなみに上はこの真ん中の部分を上にします。そうすることによって服の柄が見えるので、一発でどの服かが分かります。では同じように他の服も畳んでいきましょう。フットがついてるのも同じように折っていきます。でこの時に色を揃えてあげるとより見栄えが良くなると思います。次はズボンにパジャマです。ズボンはきれいに伸ばしてから半分に畳んで、さらに半分に折ります。ここから1、2、2と折ってタオルも買ったので、これも持って帰りたいと思います。タオルはこれは800円くらいで買えたので、すごく安く買いました。はい、では次は YouTuber ならではですが、いろいろな充電器とかボイスレコーダーなどをパッキングしていきます。これをまとめてこのピンクのパッケージの中に入れます。ちょっとこれは壊れやすいのでこの中に入れます。では次はメイクとか髪の毛のものをパッキングしていきます。これはヘアムース、これとこれはドライシャンプーです。これはヘアトリートメントで、化粧水にファウンデーションとプライマーです。これを全部このバッグの中に入れていきます。これをちょっとこの中に入らないので、これだけちょっと外に入れときます。下着や靴下は丸めてこの中に入れます。はい、こちらで服とかのパッキング完成です。こっち側にはですね、お土産とか、あとは動画の材料とかをいろいろと入れていきたいと思います。チョコレートは全部ジップロックの中に入れます。そしてこのピンク色の四角い袋の中に小物の道具とか、自分や他の人のために買ったお土産とかもまとめていきます。あとはヘアアイロンを入れて完成です。どれもきちんと収納されていて、かつパッと見でどこにどの服があったりどこに何があるかすごい分かりやすいので、皆さんもぜひぜひこういった袋とかを購入してパッキングしてみてください。
やばい、テーブルの上から下ろせなくなりました。よいしょ。ひでくん。はい、では当日持っていくバッグの中身ですが、まずはパソコンにメイクポーチ、パスポートとか。ちなみにこのパスポートのバッグには必ずペンは入れています。これはリボンの雑誌を買った時についてきたおまけなんですけども、もう10年ぐらいずっと同じものを使ってます。で、この可愛いアナと雪の女王のポーチの中にはカメラに SD カードリーダー、それと SD カードを入れています。お財布、パソコンと携帯の充電器です。あとは自撮り棒。以上が私の持ち物の全部です。あとは私のパッキングのコツとしては、私はそんなに重いものが持てないので、なるべく重くならないようにはしています。少しでも参考になれたら嬉しいです。それではまた日本でお会いしましょう。バイバーイ。